チタンで前髪を上げて、なんか清潔感出すようにというか、もう時間かけてでもなんか、こだわりたいっていうのがあってですね。山崎海人さん、25歳。生まれつき手足が不自由です。身長は139センチしかありません。そんな海人さんのお仕事は。すいません、私が持ってきてなくて。山崎海人と申します。よろしよろしくお願いします。いや、本当に助かりました。日本一小さい営業マン。唯一無二の個性だと思ってます。こういう体を持っているからこそ、日本一小さい営業マンっていうキャッチコピーをつけることができて、僕だからこそできること、僕だからこそ伝えれることだと思ってるので、本当に自分の一番の武器だなっていうふうに今では思ってます。人とは違う。だからこそできることがある。日本一小さい営業マンの大きな挑戦が始まります。海人さんは先天性多発性関節拘縮症という障害で、関節が曲がったり固まったりした状態で生まれ、思うように体を動かすことができません。幼い頃はできなかった着替えも、今では工夫しながら一人でこなします。運転してて困ってることはあります？駐車券が、入り口でこう取らないといけない時ってあるじゃないですか。そういう時にどうしても手が伸ばせないから届かないんですよね。そういう時、助手席にマジックハンドを置いてるんで、このマジックハンド使って駐車券掴んで取ったりとかするようにしてるんで、これは運転においてはもう必ず必需品になってますね。海人さんは今、営業マンとして働く父俊久さんの姿に憧れ、俊久さんが社長を務める電子機器販売の会社で働いています。持ち前の明るさで職場にも溶け込んでいます。でもいいキャラですね。僕らも接しやすいですし、唯一無二だと思いますし、なかなかそれを武器にできる人できない人いると思うので、それをポジティブに捉えて武器としてやっているのはすごいかなと。売上成績はトップ。しかし営業マンになるまでの道のりは簡単ではありませんでした。障害者の、営業職の募集がそもそもなかったりとか、応募したいな、ここの企業行きたいなと思ってもちょっと断られてしまったりとか。いや、もう反対しましたよ。いや、ずっと営業マンはもうやめとけってずっと言ってたんですよ。で、物も持たないといけないですし、朝早くとか夜遅くとか、車も当然運転しないといけないですし、だけど自分だけじゃなくて他のスタッフの方たちのやっぱ迷惑かけちゃったりするんでですね。せっかくね、自分も父親みたいな営業職をしたいっていうのに、それを喜んでくれると最初は思ってたんですけど、いやもう絶対やめとけって、なんでよっていう気持ちがやっぱ大きかったですね。営業マンの道を諦めきれなかった海人さんは、電話営業の会社に入りトップセールスを達成。それを知った父俊久さんが海人さんに声をかけ採用しました。ただ何もできん息子とかを会社に入れても何もならんので、戦力となって入れてるんで、普通の社員と同じような感じでやってますね。ちょっと最初はびっくりしましたね。本当にみたいな。でもやっぱ嬉しかったですね。そこから電話営業の会社、食品の会社で一生懸命電話営業で成績が良かったんで、そこを評価してくれての誘いだったんで、しっかり見てくれてるんだなっていうのは嬉しかったですね。取引先への営業回りが海人さんの毎日の仕事です。会社のカタログ
をお作りしてですね、それをちょっとぜひ社長に一番にお渡ししにしたいなと思いまして。わあすごい。ファンクションキーが。そうなんです。なるほど。何度もチャレンジしたんですけど、はい、ちょっとやってみますね。取り扱う電子機器の修理も海斗さんの仕事です。治りましたね。押せます。一応治りました。ありがとうございます。すいません。いつもありがとうございます。どうしたらいいですかねみたいな。じゃあすぐ行きますみたいな。じゃあいつ行きますんでって言ってくださるので、すごく助かってます。結構悩む時もあるんですけど、それでもやっぱ達成感とかっていうのはやっぱ営業職にとっての醍醐味なんで。いただきます。言ったあれ言った多分。仕事を終えた海斗さんを料理を作って待っていたのは母エリさんです。海斗さんが生まれたのはエリさんが20歳の時。海斗も子ども病院の方に運ばれてて、私は産婦人科で入院してたので1週間ぐらい空いてないんですよね。産んだもののその写真だけを見せてもらってたので、まさか本当だったらその日に死にますって言われてたのを私は知らなかった。まずはちゃんと産んでやれなくてごめんねっていう、自分のせいじゃないかもしれないけど、やっぱお腹に入れてたのは自分だから自分のせいと思ってしまって。ハッピーバースデーディアカイちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうおめでとう。生まれてすぐの危機を乗り越えて1歳の誕生日を迎えることができました。しかし病院からは自力での歩行は困難だと告げられました。何が何でも歩いて生活したい。いつかその舗装具と歩行器なしで、もうみんなと同じ靴でおしゃれな靴履いて歩けるようになりたいなっていうのはありました。でも歩けると思ってたのに、自分の中で勝手にこの子歩けるなって、リハビリとかでも頑張ってたので、絶対歩けるって思ってました。度重なる手術と日々のリハビリに励んだことで自力で歩けるようになった海斗さん。初めて外で舗装具特殊な靴を取って自分の新しい靴買って歩いた時はすごい嬉しいっていうか、他の人と同じ靴履けたみたいな。自立しないと、いつ私も死ぬかわからないと思うと、この子を一人でこの世の中に置いていけないので、できないはできないで仕方ないから、人はすぐできることを、じゃああなたはどんだけ工夫したら、時間がかかってもできるならしなさいという、頼まないといけない時は頼んでいいけど、できるだけやる、自分で。でもそれでできなかったら人に頭下げてお願いしなさいっていう感じですね。小学校までは周りの友達に支えられながら過ごしていた海斗さんでしたが、中学校に入ると孤立するように。別の小学校から来た同級生からつけられたあだ名はカビやばい菌でした。自分の障害を悲観的に捉えることってなかったんですけど、中学生になって現実を知ったじゃないですけど、やっぱり自分って見た目違うし、みんなができることができないし、いじめられるし、やっぱ障害者なんだって、クラスメートと壁をすごく感じるようになりました。中学時代の苦しい日々を経て進学した博多青翔高校。あれから6年、高校時代の同級生と共に母校を訪ねました。
物静かっていうか最初の印象です。ああ、そうね。一番最初はそうかも。なんか今ほどなんていうかこう前面に来る感じはなかったかもしれない、ちょっとシャイなとこあんのかなみたいな。やっぱもう中学時代のトラウマがずっと心の中にあって、今はこうして仲良くしてくれてるけど、この先障害者の友達と一緒にいるところを他の友達に見られたくないとか、なんかそういうふうなことを思われるようにならないかなっていう不安がずっと心の中になんかあったんですよね。博多青少高校は厳しい校則がなく、みんなが違った服装、髪型をしていて個性的な生徒が多い学校でした。そこで出会った同級生からの何気ない一言が海斗さんを変えました。何の話を最初してたか全然正直覚えてない、記憶にないんですけど、ふとなんか言ってくれた言葉があって、突然、いやなんか確かに海斗も変わっとうけど別に気にせんでよくねって、俺たちも変わっとうしさって、みんな違うけんみんないいやろって、そういう言葉をふとかけてくれたんですよね。なんかその瞬間、その心の中で感じてた友達との見えない壁があったのがもう一気になくなって、いやーそんなこと言ったっけかなみたいなことを思いながら聞いてたんですけど、苦手なこととかできないこととか、なんかそういったのも含めて個性って見ていいんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。これまで苦しめられた障害を個性だと言ってくれた同級生。この言葉が今の海斗さんの原点となっています。障害があるからこうしていじめられるし、友達もできないし、何をしてもうまくいかないっていう、もうマイナスでしか正直なかったんですけど、大熊の言葉とか友達の周りの本当におかげで、自分の障害は個性なんだって、堂々と生きていいんだって思うことができるようになったんで、本当にありがたいなっていうふうに思います。海斗もいずれこんのびちゃん何に乗ると活躍する卒業生だって。ああ、もう乗っていいんやないここ。いいやろこんなのあるんだ。明るく楽しくポジティブに、どうも日本一小さい営業マンの海斗です。喉乾いたな、お水買いたいな。これで海斗さんは営業マンとして活躍する傍ら、 YouTube や講演活動を通して自身の経験を伝え続けています。こんにちは。こんにちは。こんにちは。そんな僕が思春期、みんなとちょうど同じ時期、中学生になります。いろんな嫌なことをされていじめを受けていました。それが本当に辛くて学校に行けなくなった時期もありました。僕が発信、これまでに30回を超える講演をしてきた海斗さん。この日は福岡市の中学校で障害や人権について伝えます。いじめとか絶対ないと思うんだけど、みんなにどうしてもやっぱ伝えたいのは、中学校生活ってもうたった1回しかないんよ。今日120人ぐらいかな、みんな集まってくれてるんだけど、この中で一人でもいじめの受ける人が出てほしくないし、逆にいじめをするその加害者にも絶対なってほしくないなって。真摯に語りかけていた海斗さんでしたが、休憩時間になると、好きなおにぎりの具は何ですか？おにぎりの具？明太子。明太子。叩きよ叩きよ。10杯。生まれた当初は20歳ぐらいまでしか。和やかな休憩時間が終わり、表情が変わる海斗さん。子どもたちにもう一つ伝えたいことがありました。僕の障害は一つの個性だと思っています。それは日本一小さい営業マンというキャッチコピーをつけて自分の強みにもしています。10人十色っていう言葉聞いたことあるかな？あるかな？例えば10人いたら10通り、100人いたら100通りの色、個性があるんです。みんなには
自分にしかない個性、自分にしかない色をどんどん出して個性を大切にしていってほしいなっていうふうに思います。いつもポジティブじゃない。それが一番心に残って、ポジティブな人っていつもそんな感じをみんなに見せてる部分があったけど、やっぱり痛い言葉とかきつい言葉はみんなに刺さるんだなって。小さいけどすごく話し上手でとてもかっこよくて憧れました。すっかり人気者で。仕事を終えた午後6時、海斗さんには今日特別な約束があります。今からは同じ障害、先天性多発性関節拘縮症を持ってる大輝くんっていう小学校4年生の子がいるんですけど、その子のお家へ向かってます。母親のサポートで車を降りる小学4年生の小山大輝くん。海斗さんと同じ先天性多発性関節拘縮症です。で、高いところに入るのは難しいので、山田君に貼ってくれる？ありがとう。ありがとう。って感じです。大輝くんは周りの人から支えてもらいながら楽しく学校生活を送っています。学校を終え自宅でリハビリに励む大輝くん。一回そうやね。急いでやるっていうよりもコツをつかんでね。そう足踏ん張って。そういうよ。オッケーオッケー。リハビリの目標は歩行器なしで装具つけながらよちよちでもいいから歩くことです。それはもうカイトさんとかの YouTube に出会った時に、ああこういう人もいるんだとか思って、じゃあ僕もこういう人みたいになりたいなみたいな、それでちょっと立ってみたいなとか思いました。久しぶりです。お願いします。お願いします。めちゃくちゃ大きいですね。おお、大輝くん、中から見てくれてるの？はい。久しぶり。入ってもいい？はい、どうぞ。ありがとう。開けてます。お邪魔します。じゃあ最初に優しくいきます。大輝くん、ここに投げて、ここ。頼むよ、ここよ。コントロールだけには自信がないけど、まあ、ちょっとやってみます。はい。あ、全然いけなかった。全然いけるやん。振りかぶって投げました。あ、ごめんなさい。オッケー。転がっていいかな。転がりですか？転がっても取れそうな気がするな。ちょっと転がっちゃおうかな。スーパー脱いで、僕も壁がないとこけれないんで。よいしょ。なんですね。やっぱり見じゃあ行きます。じゃあ行きます。はい、やばい、目が回った。あ、久しぶりのコロコロ。すげえ。でも遅い。いや、早かった。いや、昔もっと早かった。僕はどっちかというとこっちなんですよ。あ、僕もフック前進はこっちで移動するんで。これしか僕苦手なんですよ。フック前進がゴロゴロ一本でやってます。疲れるね、これ。こっからどうやって立つかよ、問題は。ですよね。なんか椅子とかいや、大丈夫です。大君、これでも立てるよ。見て、カイトさんのですか。よし。おお、すごい。はい。手すりとかがなくても、そういう壁があればいいから。壁があれば。だからどっかでこけちゃった時は壁までほふくで行って壁伝いで立ちます。お母さん、これからそうしよう。そうだね、ちょっとやってみようね。いろいろちょっとそうだね。いろいろ教えてもらったこと試そう。今度の手術予定は一応仮の予定で来年の6月中旬にやります。あ、もう決まっとるんや。それは股関節？いや、側腕小脳神経。ああ、今ボルト入っとると？いや、
入れる手術です。背骨が曲がる側腕症。海斗さんもかつて同じ手術を受けていました。伝えにくいけど、曲げたらめっちゃ痛いんよ。背中を。側腕症の手術したら、多分してよかったなって思える日が来ると思う。俺もしてよかったなと思うもん。大丈夫。頑張ろう。ちょっと安心できました。あ、本当？よかった。大丈夫大丈夫。ちょっとそれまでは、側腕症の手術した後って痛いんだろうなとか、なんか怖いんだろうなとか思ってたんですけど、ちょっとなくなりました。そうね。よかった。やっぱりお母さんと話した時とは全然違う。どういうこと？昔はなんかお母さんがやっぱり言ってることで、自分もこれ一緒にやるって感じだったんですけど、お母さん僕の気持ち分かるみたいな、この解除されるのとか気持ち分かるとか言ってくるんですね。でだからやっぱそういう時は海斗さんとかね、海斗さんの YouTube があるからこそそう安心できる。困ったこととか聞きたいことがあったら連絡してきていいよ。ありがとうございます。何でも聞いて。答えれることだったら全部答えるけ。ひどい時には週1単位で来るかもしれない。あ、いいよ、全然いいよ。毎日でもいいよ。電話かけてきてもいいよ。海斗さんのこと知ってから生まれた後で変わりました？そうですね。なんか、あ、どうぞ。なんか障害への思いが変わったから、前まではなんか海斗さんはプラスをマイナスに変えるというか、マイナスをプラスね。はい、マイナスをプラスにするというか、で僕はなんかこれできないこれできないしか考えれてなくて、でその海斗さんの考えを聞いて、僕もなんか僕やったらこれできる、これできるとか、なんかいろいろ覚えるようになりました。嬉しいですね。やっぱこうやって同じ病気の子でこうやって海斗さんみたいになりたいとか、海斗さんができたなら自分もできるかもって思ってもらえるのはすごく嬉しいんで、逆に今日大輝くんといろいろ話をしてた中で、もっと僕も頑張らないといけないなって、逆になんかパワーをもらえた気がするんで、もっといろんなできることを増やしながら、自分にしかできないことをもっともっと率先してやっていきたいなって思います、ね。中学時代のいじめ、営業マンになることへの壁、同じ境遇の少年との出会い、すべての経験が今の海斗さんにつながっています。行ってきます。小さな体を武器に営業の最前線で、そして自らの経験を多くの人に、僕だから伝えられることがある。自分の人生をいろんな方に伝えていくことで、自分も海斗さんみたいにいろいろ段階踏んでやっていけばできるんだとか、障害を今までは悲観的に考えてたけどポジティブに考えれるようになればこういう道もあるんだって思っていただけるような人が一人でも本当に出てきてくれたら、本当に自分にしか伝えられないことを伝える意味があるかなっていうのは思うんで、もう自分の人生をありのままに自分の思うままに伝えていきたいなっていうのは思います。